皆さん、こんにちは。漫画家の新本真です。ということで、今日はですね、またこちらの背景ということで、恒例にだいぶなってきました。10分で絵が上手くなるお絵描き教室やっていきたいと思います。そして、今回の生徒皆さんはこちらになっております。みんな元気、声出して。はい、元気なインフルエンサーの皆さんです。今日はよろしくお願いします。ということで、今日の講義の内容なんですけども、初心者だけど上級モードの絵を描こうというのに挑戦していきたいと思っています。で、今日描くポーズなんですけども、2人組のポーズを2種類練習していきたいと思ってて、1つが壁ドン。少女漫画でよくある胸キュンシーンの王道の壁ドンと、もう1つは友達と一緒に自撮りをするっていうシーン。意外と最近そういうのってよく使うから、ぜひその2つを初心者の皆さんでも、10分ぐらい講義を聞けばすぐ上手くなるっていうのをやっていきたいと思います。ということで、早速皆さん準備はいいですか？早速やっていきましょう。イエーイじゃあ早速なんですけども、まずここにいる皆さんのね、実力が私わからないから、噂によると、よりすぐりのインフルエンサーを今回選んでくれたということなので、私は大変今皆さんの絵心に期待しております。ということで早速ちょっと見ていきましょう。じゃあ最初のポーズは壁ドンからいきたいと思います。で、今回は今みんな画面に表示されたと思うんだけど、顔だけ書いてある、素材をね、私が事前に用意しました。これにまず何の知識もない状態で壁ドンを描いてもらったので、それを見てみたいと思います。はい、ということで皆さんの今回まず事前に描いてもらったイラスト、こちらになっております。なんとも言えない、これは。なんだろうな。じゃあ、まずちょっと比較的、いいじゃないっていうのからいこうかな。これ、きいこちゃん。めっちゃうまいよ、すでに。もうだってすごいイケメンの横顔が描けてるし、もう壁ドンしてるシーンだっていうのが一瞬でわかるよね。これすごくもうきみこちゃんすでに上手、素晴らしいね。あとの4人ちょっともうすでにやばいんだよね。ちょっと結構どこから触れようかな。まずちょっとぷくぷくちゃん。これは壁ドンじゃなくて背を測っている。背を測っているんだよな。で、あさとくんはドンって言ってるけど、一体どこをドンしたのか。なんか曲がっちゃった。曲がっちゃったよね。やたら顔はキラキラしてるんだけど、考え方は全然画面内にね、絵を収めようとするその姿勢は素晴らしいんだけども、果たしてこの顔の女の子が出てきた時足まで入れてよかったのか問題っていうのと、やっぱこの子の男の子の胴長い。二人の胴に対して足が超短いっていう問題がちょっと発生してるという、なかなかにも皆さん素晴らしい絵心のイラストでした。で、ちなみに今回みんなに私が本来描いて欲しかったなと思ってるイラストがあります。こちらになっております。これです。ということで、今皆さんの画力はこの辺。だけど、私の今の説明を今からちょっと聞いてもらって、最終的にこれ、近づけてもらいたいと思いますので、ちょっと今から5分ぐらいちょっと壁ドンの描き方のコツ説明するので、聞いてみてください。じゃあまずは壁ドンの描き方について説明していきたいと思います。まずはですね、初心者の人、壁ドン描くとき、元はね、私は今回ね、顔の資料があったけど、本来は何もないとこから描くと思うんだけど、初心者の人におすすめなのは、体の向きは横向きで、お互いが向かい合ってる壁ドンを描くっていうのが、本来おすすめです。カメラの角度を変えると、男の子がこうバンってやってる、こういう角度のね、壁ドンとか、逆に女の子が後ろからある男の子のこういうパターンの壁ドンもあるんだけど、初心者の人におすすめなのは女の子がここにいて男の子がバンってやってるこの角度の壁ドンがおすすめだけど、やっぱ横顔を描くのが難しい人って最初いると思うんだよね。なので私はこれ両方ちょっとイメージ横顔で描いてるけど、女の子がまずこうやっていて、ちょっと横顔描けない人は少し斜め顔でも OK。 女の子はもうシンプルな自分が一番描きやすいポーズでいいです。絵がねちょっと慣れてきて描ける人なんかはここにこうちょっと握り拳なんかをつけて胸に当ててあげると、よりこうちょっとドキドキしてる女の子みたいな感じになります。で、男の子も横顔が描けないっていう人は少し斜めの顔でも OK。 これぐらいの、もし横顔が描ける人は横顔でやってみてください。で、横から見た男の子の体をここで描いてあげます。
で、本来ここにいるみんなは体の描き方も多分分かってないから、本当はそこを教えてあげなきゃいけないんだけど、今回は後で本とか読んでもらって自力で学んでもらうという体で、今回本当壁ドンのポーズを描くのに大事なポイントを教えていきたいと思います。まず大事なのは、ここにいる2人の視線が合うこと。これ胸キュンシーン描くとき絶対に大事なんだけど、男の子の視線と女の子の視線がね、合うことが大事。さっきのもちょっと視線が合ってなかったイラストとかあったでしょ。そうするともうだから髪の毛見てるとかになっちゃってドキドキ感減っちゃうから、まずはこう斜め向きの顔とかでも描きやすい顔とかでいいから、こういう感じで2人の視線がね、ここでバチッと合うように描いてあげてください。これ2人の視線が合ってるかなっていうところをまず意識して描くことが1つ目の大事なポイントです。で、2つ目のポイントは、この奥の方、今描かなかった奥の壁ドンしている手だよね。まずこっちの手で壁ドンすることもできるんだけど、そうするとカメラ的に女の子の顔が隠れちゃうことが多いから、奥側の手で壁ドンしてる絵を描く方が大体王道、描きやすいパターンです。ここをやるときもできたらついてる手を先にイメージして描いてあげる。この辺に壁ドンしてついてる手があるなっていう風にイメージで描く。ここにポンってついてるイメージがあって、ここについてる手のイメージをつけてから手をつなげてあげた方が、後で体のバランスが悪くなるってことが少ない。で、肘だね。人間の肘は腕と腕のちょうど中間地点に曲がりが来るから、ここの2つの大体ピピピピって持ってきて合わさる位置ぐらいに折れ目が来るっていうイメージで線を描いてあげると、大きく間違うことは大体ないのかなっていうイメージです。で、結構初心者の人はこの肩を出す位置が結構肩って首の上とかこの辺から出たりするんだけど、これが難しくてなんかこの辺から出しちゃったりとか、あと極端に手の長さが分かんなくて一生懸命描いてすごいこの辺とかまで伸びちゃうみたいな手が、こういうことがためにルフィみたいな現象が起きちゃったりするから、これだけちょっとバランス見るの注意してもらって、2人のこの空間に腕を描き足してあげてください。バランスとかはちょっとね多少崩れてても、多分この2人の視線が合ってるドキドキの雰囲気感さえ伝われば、多分胸キュンシーンなんとかなるので、ぜひそこ意識して描いてみてくださいというのが、壁ドンの説明でした。 OK ですか？体とかのバランスとかは、過去の動画をみんな見てもらって、それでなんとか勉強してください。じゃあ次のポーズ早速いきたいと思います。はい、じゃあ次は2人組の自撮りのポーズに行きたいと思います。みんな描いてきてくれてますので、早速また見ていきましょう。はい、ということでみんなに事前に描いてもらった、自撮り2人組の自撮りのイラストこちらになっております。あさとくん以外自撮りのなんか概念がおかしくなってる。自撮りって自分で撮るだよね。明らかに撮ってもらってる第三者が存在してるんだけどちょっと待って。でもやっぱさっきもだったけど、きみこちゃんは、そもそも人間がうまいね。上手だね。かわいい。もう拍手してる拍手してる。いや、ゆみかちゃんのはちょっと違うから違ったか。いや、なんかもうこれはこれでもういけてるメンズとしよう。でもなんかすごいこのラブイエスっていうのが気になるし、久我君はもうお化けになってるからどうしたこの子の手。一人だけ発想が違うんだよ。この女の子がこのポーズをしてるイメージで私も描いてたんだけど、男の子の手になってるっていうすごい発想力なんだよな。なるほど。また皆さんちょっとなかなかの絵心を発揮してくれました。じゃあ今回私が描いてもらいたかったイラストを見せたいと思います。ダダダン！こんなイメージになっております。ということで、今から皆さんにはこれを目指してちょっとこれの描き方説明していきたいと思うので、ちょっと要点聞いてみてください。自撮りの描き方です。じゃあまず自撮りをしてる風に見せるのに一番大事なのは、あさとくん以外みんな入れてなかったけどスマホを入れること。やっぱスマホを持って自分たちで撮るのが自撮り。やっぱこのポーズがすごい難しいんだけど、どうやったら自撮りを撮ってるように見えるかなっていうと、スマホを人間より手前に置くこと。やっぱこの手を出してるポーズっていうのを描かなきゃいけないんだよね。でそれをやるためにどうしたらいいかっていうと、まず各人物のなんとなく顔の大きさを決めるじゃない。そうしたらもうこの顔にかぶるぐらい、これより大きくスマホを先に入れちゃう、画面に。
だいたいこれぐらいの位置とか、まあ、スマホがどの位置に置くかは人の自由だからルールないんだけど、だいたい人の顔よりも思い切って大きくスマホを入れてしまう。で、スマホを持つ手は正直めちゃくちゃ難しいので、やっぱ自分でちょっとやって持ってみたりして見てみるのがまあ一番いいんじゃないかなと思います。とにかく先にスマホを入れて、それを持ってる手を描いちゃう。こうするとめっちゃ手で描いじゃんってなるんだけど、実際は遠近感がある絵出す時って手前にあるものをすごく大きく描くようにするので、これぐらい思い切って大きくしちゃって大丈夫です。で、次のポイントなんだけど、やっぱ自撮りだから、こうやっぱ直立してこうやってるとあんまり自撮りっぽくないから、できたらポーズをつけてほしくて、ただ手とか入れると、初心者の人はちょっとまだ難しいのかなと思うから、できたら撮ってる子たちの首をちょっとかしげさせてあげてほしい。こう、2人で撮る場合は多分顔寄せ合うから、2人の顔がちょっと寄るようなイメージでバランスをとってあげる。それに体をかき足してあげると、なんか仲良く2人で撮ってるようなイメージになりやすいと思います。で、ここに手があるでしょ。それをここの肩につなげるのが難しいと思うんだけど、あんまり深いことは考えず、ここからポピッともう線と線をつなげちゃったらいいと思う。初心者の人は本当はここにちょっと肘があってみたいなイメージができると一番いいんだけど、初心者の人そこまで難しいと思うから、とりあえずはもう直線でこうつなげてみるみたいな感じでも十分自撮りしてるようには多分見えると思うので、ぜひこういう感じで体のバランス取ってみてください。2人の顔をちょっと寄せ合ったり首を傾ける。入れれる人はよかったらここにピースとかでも何でもいいんだけど、ポーズとかも入れてあげれる。入れれない人はもう無理して入れる必要はないかなと思うので、最後なんだけど、この絵を描いた時によりこれが手前にあるように見せたいから、ここの縁をね、太く線を取ってあげる。こうすることでより遠近感っていうのが出やすくなるので、ちょっと一工夫、手前にあるものの線を太く縁取るっていうのをやってみてください。そうするとより自撮りのなんか手前にあるもの、奥にあるものみたいな感じが出せるんじゃないかなと思います。ということで、以上の講義を聞いた上でみんなには今のイラストどっちかをもう一回描いてもらいたいと思います。ここでみんながどれぐらい上達するかによって私の評価が決まるので、皆さん頑張ってください。俺もなんだけどさ、このさ描いてもらった顔をさ、ガン無視するんだよね。なんかないそのイメージ。あるある。なんか顔描いてもらってるけど、それに対して体を描こうって思わないっていう。この顔に合わせて体を描こうとしないよね。そう、俺も多分そうなんだよ。なんでか自分オリジナルの体つける。そうなっちゃうよ。一応横に私の参考のイラストがあったせいで、若干顔だけがみんなキラキラしてる。逆にウケるよね。顔キラキラみたいな。確かに。はい、ということで皆さんイラストが完成しました。お疲れ様です。ということで、じゃあどんだけ変化があったか順番に見ていきたいと思います。じゃあまずはぷくぷくちゃんから。こうなりました。すごいすごい。いや、さっきはまず誰かがいた、第三者がいたじゃん。第三者いる状態だったけど、今回は自分たちで撮ってるし、ちょっとなんかより動きが出てめっちゃいい感じになってる。これめっちゃナイス。ありがとう。めっちゃ良くなってる。自撮りになりました。素晴らしい。次、あさとくん。こうなりました。おー、すごい。頑張った。いいよ。めっちゃ友達元気じゃない？いいね、でも。いいね。ちゃんと肘できたね。こう肘ないままさっきニョインって脇腹が出てた手が、ちゃんと肘が出ることで肩から出るようになってる。素晴らしい。指が気に入らないですね。スマホ持ってる。確かに。こっちの指のことこっちじゃなくて。すごい細くなっちゃって。確かに。ちょっとね。確かにちょっと指熊手みたいになってる感はあるけども、でも全然いいよ、これより。素晴らしい。素晴らしいです。ありがとう。じゃあ次、きみこちゃんのイラスト見ていきたいと思います。こんな感じになりました。すごい。かっこいい。
さっきちょっと横顔だったから斜め顔にしてくれた感じ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。しかも色までつけてくれて。なんか女の子もメイクしてるからよりほっぺあからめてくれてからなんかめっちゃときめき感出るし、男の子がなんかさらにイケメン度が増してる。すごい素晴らしい。もう元が良かったけどなんかさらにときめきの絵になった。ありがとう。じゃあ次ゆみかちゃんのイラスト見ていきたいと思います。こうなりました。ワイルドになってるよ。でもいいんじゃない？壁ドンとしてはちゃんとここに手がついて肩が上に伸びてより壁ドンになってるし、顔も横顔になってなぜか毛量も増したっていうしかもストーリーがお前俺のこと好きだろからもう俺のもんだからになってるという2人の関係ちょっと進展してる。で、待ってでもいいかけな、なんでナイキから Wi-Fi になったの？これ Wi-Fi はなんで？ちょっと気分です。気分Wi-Fi の T シャツ着てる男結構好きみたいな。好きなんだ。よりワイルドなイケメンになったね。でもいいでしょう。ナイス。ありがとうございます。そして、小屋くんのイラストはこうなりました。おー、すごい背景まで描いてある。お、ルフィじゃないこの謎の手がちゃんと女の子の手になってここでちゃんと男の子もピースして何これ2人のなんかプリクラ貼ってんのめっちゃラブラブじゃんしかもここ場所は公園のイメージどこのイメージ？草原です。草原でデートしてるんだ。ちょっと服がジャイアンなんだねこっちの服がでこっちの女の子がハート。でもめっちゃ良くなってる。ナイスありがとう。はい、ということでみんな素晴らしいイラストどうもありがとうございました。ということで全員めっちゃ上達してるから正直全員 MVP でもいい感じなんだけど、今回の MVP 私の糸を組んで一番上手になったなと思ったのはぷくぷくちゃんです。ぷくぷくちゃんやっぱなんかすごいこのスマホの遠近感出ててなんか最初は本当誰かに撮ってもらってたイラストがしっかり自分たちで撮ってる仲良し女の子のなんかイラストになったかなと思います。ということで素晴らしいイラストありがとう。ということで、今回は皆さん、ポーズ、壁ドンと、2人で自撮りのイラストの描き方でした。今日出てくれた皆さん本当にありがとうございます。皆さんの情報はですね、概要欄に載っておりますので、ぜひ皆さんのことも今後ね、追っかけてみてください。で、さらにちょっといつも恒例になっておりますが、私がみんなが描いてる間に皆さんの似顔絵も描かせていただきました。こんな感じ。ちょっと似顔絵描いてました。みんなが頑張ってる間に私もちょっと一工夫。これ後でじっくりよかったら見てください。ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、はい、こちら生徒の皆さんでした。どっちかのカメラに向かって。バイバーイ。